じゃあ発表させていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。大丈夫ですね。はい。はじめに少しだけ自己紹介させていただきます。私札幌にあるミエルネという会社に所属しておりまして、ミエルネというのは、創業メンバー3人でこのホスホージ北海道っていうイベントを元にイベントのメンバーで作った会社になります。なので今日この機会で発表できてすごく嬉しいです。すごく楽しみにしてきましたのでよろしくお願いします。であとミエルネ札幌にありまして、そのジオスペーシャルとかホス 4G に関したものでビジネスをしている会社です。もし興味ある方がいましたら、今日弊社のメンバー20人ぐらい多分来てると思うので名刺交換とかしたら同じ色の名刺がなんかすごい出てくると思うんですけど、私もいますので、なんかもし会社に興味ある方いましたら、リアルタイムカジュアル面談みたいなのができたりしますので、話しかけていただければななんて思っております。はい。であと個人活動もしてまして、例えば、オープンソースのコントリビュートとか、あとはコミュニティ活動ですねっていうのもやってます。なのでさっき井口さんも発表あったんですけど、プリブレのユーザーグループジャパンみたいのもやってたりします。あとは、OSS のコントリビュートもしている中で、今日ちょっと発表する AWS に関係して発表するものがあるので説明しておくと、私自身その AWS ヒーローっていうのにAWS さんから認定されていまして、そのカテゴリーの中でも DevTools っていうカテゴリーがあるんですけど、それはフロントエンドとか、あとはインフラの自動化みたいなところのカテゴリーで認定されてるんですけど、私はフロントエンドの部分だったり、あとはジオスペーシャルですねの部分で認定されてて、そのジオスペーシャルフロントエンドっていう部分では世界で多分1人しかいないような認定になっていますので、その辺も含めてちょっとお話しできればななんて思っております。はい。でですね、実はホスフォージ北海道での発表多分10年ぶりぐらいなんですね。ずっと運営で関わっていたのでなかなか発表する機会なかったんですけど、今回発表したいなと思って10年ぶりぐらいかな、なんかこの間振り返ったらそれぐらいだと思うので、なので今日本当に楽しみにしていて、運営の皆様ありがとうございます。すごいこの場をいただきましてありがとうございます。じゃあここからちょっと本題に入っていきたいなと思います。まず Amazon ロケーションサービスかその辺の説明をしつつ、じゃあどんな休日プラグインを作ったかみたいな話をしていきたいなと思ってます。で最初なんですが、ちょっと聞いてみたいんですけど、この中でロケーションサービスを知っている方ってどれくらいいらっしゃいますか？お、3分の1ぐらいですね。ありがとうございます。なんか話しがいがあるというか、その説明から話をしたいなと思います。Amazon ロケーションサービスっていうのはAmazon が提供する AWS というクラウドのサービスがあるんですけど、その中で例えばサーバーレスだったらラムダとか、あとマシン系だと EC2 とかいろいろサービス群があるんですけど、その中でも実はその AWS っていうのが位置情報サービスも提供しているんですよ。それが Amazon ロケーションサービスっていうものになります。で機能としては、地図を表示したりとかジオコーディングとかルーティングみたいなことがデータを配信するようなサービスをしています。で料金も他社に比べてかなりリーズナブルで精度が高いようなデータが返ってくるようなサービスになっています。でここで一つ伝えたいこととしてPOS4G と相性がいいっていう部分なんですけど、いわゆる一般的なこういうサービスってフロントエンド側って SDK があって、そのライブラリーがその一つで実装しなきゃいけないってことがあるんですけど、この Amazon ロケーションサービスに関してはAPI を配信するっていうような仕組みになっているので、フロントエンドのマップライブラリーとかっていうのは自由に選んでいいんですね。なので例えばマップリブレとかリーフレットとかオープンレイヤーズっていうのを自分で選んでデータを取得するロジックを書くみたいなことになります。なので公式のドキュメントでも推奨はマップリブレみたいになってたりするので、すごく HOS4G と相性いいようなサービスになってます。でこれが4年ぐらい前からリリースされていて、つい去年の11月ぐらいに新バージョンがリリースされまして、これはちょっとフルリプレイスレベルで大きな変更があったんですけど、もともとAWS のサービスってリソースを立てる必要があるんですね。例えばラムダだったらラムダを立てなきゃいけないですし、EC2 だったらマシンを立てなきゃいけないんですよね。名前をつけて新規で作成しなきゃいけないんですけど、ちょっとこのサービスは珍しくて、URL が固有で決まっていて、それに対して API キーを付与するだけで取得できるような、ちょっとクラウドのサービスでも珍しいような仕組みになっています。でそれに応じて各 API とか大幅な拡張機能とか新規追加みたいなことがされていて、私自身も先ほど説明した
AWS ヒーローみたいなことになっているので、去年の多分6月ぐらいに本国のこの Amazon ロケーションサービスのサービスチームからオファーがあって、このリリース前の検証とか、あとはフィードバックみたいなことをやって、さらにその今回リリースされたものの精度というか、そういうものを上げていくみたいな話をさせていただいていました。はい、これが大体 Amazon ロケーションサービスみたいなものになります。で、実際にはこんな感じで地図のいろんな地図が使えたり、あとは住所検索ができたりとか、あとはルート検索ですねっていうのが API で返ってくるような仕組みになってて、これはフロントエンドでマップリブルで実装しているような仕組みなんですけど、これは実際にデモがあるので、もし興味ある方は QR コードとかでスキャンしてもらうと、AWS のアカウントなくても実際に操作はできるので、こういうところから、これ使ったら便利かもとか、結構精度いいかもみたいのが知れるかなと思います。ここまででAmazon ロケーションサービスの説明は終わりです。で、休日とはっていうところで、これ説明する必要多分ないですよ。大丈夫ですかね、皆さん。多分休日みんな大好きだと思っていて、私もすごく好きなソフトウェアです。4G といえば休日みたいなぐらい有名で、ずっと好きなソフトウェアなんですけど、これとさっきの Amazon ロケーションサービスを組み合わせて、今日はお話ししたいかなと思います。で、つい先日なんですけど、弊社なんですけど、休日のラージスポンサーっていうのに申し込んで更新されました。なので世界でも結構これぐらいの会社さんとかしかスポンサードこのランクはしてなかったりするんですけど、こういうところでこれからもその QGIS とかコス法人に貢献できたらなと思って会社としても取り組んでおります。はい、じゃあここからさらに本題に入っていって、QGIS 版 Amazon ロケーションサービスプラグインっていう話になっていくんですが、単純にQGIS でジオコーディングとかルーティングできたらめっちゃ便利じゃないですかね。なんかデータどっから持ってくるのとか、その仕組みどうやって作るのみたいな話になると思うんですけど、それがすぐ QGIS 起動してプラグインインストールするだけでできるんであればすごく便利だなって思った時に、なんか自分考えてたんですけど、じゃあエンジニアあるあるなんですけど作ればいいんじゃないかなと思って作ったのが今回の結論になります。で、実際作ったもの、これで、QGIS 上でさっき紹介したAmazon ロケーションサービスの各機能が利用することができます。地図表示とか、ジオコーディングとか、ルーティングですね。っていうのが手軽に利用できて、このサービスと休日を組み合わせたのは多分世界でも初の試みなのかなと思っていて、それをオープンソースで今公開しているので、もし興味ある方はコードとか見ていただければなと思っています。で、事前準備を説明したいと思っていて、これぐらいの準備でできるんですが、そんな難しくはなくてですね、こんな感じでできます。まず1点目ですね。ちょっと AWS のアカウントを持っていない方はアカウントを作成する必要があるんですけど、それが持っている方は単純に AWS のマネジメントコンソールからAmazon ロケーションサービスの API キーというものを作成するだけです。で、この API キーとあとはリージョン名をコピーするだけでもうプラグインで使えるようになるので、これしかその AWS 上での設定はないです。ただアカウントを作る必要があるのと、あとは数ヶ月間は無料だったりするんで、無料枠があったりすると思うんですけど、その先は料金がかかったりするので、その辺は自己責任でやっていただければなと思います。で、あと休日のインストールなんですけど、多分もう説明する必要はない気はするんですが、世の中にはなんかすごい休日に特化したメディアというものがありまして、知らない方は多分いないと思うんですけど、休日ラボバイ見えるねっていうメディアがありまして、この中にリインストール記事とかも書いてあるんですね。なのでこれを見ていただくともう何でもできちゃいますので、ぜひ見ていただけたら、下にQR コードもあるので、もし興味ある方はよろしくお願いします。で、あと今この資料ってもうすでに私の X のアカウントで公開しているので、ぜひ検索してみていただければなと思います。じゃあここからはプラグインのインストールなんですけど、これも本部のその公式リポジトリに登録されているので、休日上からその AWS とか Amazon ロケーションサービスっていうのを入力するだけで検索できるので、今もうパソコンで検索していただいても構わないと思います。で、インストールすると5つのこういう機能が出てくるんですね。で、最初にまずは設定だけしちゃいます。さっきコピーした、リージョン名と API キーっていうのを設定画面でコピーして貼り付けて実行を押すだけです。これは休日を再起動しても保存されているものなので、もうここからはもう各機能が使える状態にこれだけでなります。
で、ここ最後、あと、機能紹介して終わりたいなと思うんですが、マップ機能とジオコーディング機能とルーティン機能ですね、紹介していきます。まず、マップ機能は、こういう形で、マップメニュークリックして、スタイル選択して実行するだけで、こういうような背景地図っていうんですかね、が表示できるような仕組みになっています。でコードの一部紹介するんですが、基本的にはラッパー API にスタイル名とリージョン名と API キーを指定してリクエストすると、QGIS 上にラスターレイヤーが返ってくるので、ラスタータイルが返ってくるので、ラスタータイルレイヤーを作成するというコードを内部で書いてます。で Amazon ロケーションサービスの新バージョンでは、従来マップスタイルいろいろあったんですけど、それが全て廃止されていて、今は AWS オリジナルのその4種類のスタイルが使えるので、今回のプラグインもこの4つのスタイルが使えることになります。具体的には GetStyleDescriptor ってものを使うと、ベクトルタイルのデータとスタイルを取得できるようになります。ここまで聞くと、なんでここにラスタータイルとベクトルタイルっていう名前が出てきてるのって思うんですけど、実はちょっと工夫が必要で、さっきの井口さんの発表につながるものなんですけど、QGIS とか一部の Web マップライブラリだと、ベクトルタイルのスタイルに完全に対応してないんですね。なので、背景で読み込むときに、ちょっと変な表示になっちゃったりして、正確な表現ができないので、適してないんですよ。なので、今回やったこととしては、ラスタータイルへの変換配信に、午前中紹介あったチータイラーってものを採用して、ラッパー API を内部的に作っています。で、分かりやすく伝えると、クライアントからリクエストしたら、Amazon ロケーションサービスからはラスタータイルが返ってくるんですね。で、そこの中継値として、チータイラーを使っAmazon ロケーションサービスからはベクトルタイルが返ってくるので、その中継値として、サーバーレスで組んだもので、そのチータイラーを通して、ラスタータイルに変換して返すような仕組みを作っています。で、ラッパー API は、WAF とかクラウドフロントとか、あとラムダもラッパーとチータイラー本体とってことで2つ使ってサーバーレス構成で作ってるんですけど、これがAWS 上に今構築しています。なのでユーザーはあくまでさっきの機能を使うだけで、本来はベクトルタイルで返ってきてるんだけど、ラスタータイルに変換して、QGIS 上ではラスタータイルにきれいに表現されるみたいなことをちょっと工夫してやっています。この辺はちょっと AWS の話にもなるのであれなんですけど、チータイラーを使うとすごく手軽にサーバーレス環境でベクトルタイルをラスタータイルに変換して表示するってことができます。であと、その住所検索とかルーティングっていうのは直でその API にアクセスして返ってきた値に対して処理ができるので、そんなに複雑ではないです。ちょっとマップだけは休日で表示できない部分があるので、この辺の工夫を内部的にしています。で次に、ジオコーディングですね。ジオコーディングはこんな感じで、ジオコーディングのメニューを選んで、あと検索したい文字ですね。今回はコーヒーショップとかにしてると思うんですけど、でその検索したい場所っていうのをクリックすると、その範囲のコーヒーショップっていうのがこれぐらいの速さで検索できる。結構速いですよね。結構レスポンスすごい速くて、こんな感じで自分たちはデータを持っていないのに、自分たちが調べたいものが簡単に出てくるっていうことですね。でこれはコード、これも一部紹介するんですが、サーチテキスト API っていうものにリクエストすると、データが返ってくるので、QGIS 上に取得したポイデータのポイントレイヤーを作成するようなコードを書いています。でこれ使うと指定した範囲内のポイデータを検索して、その結果が取得できるので、以前はサーチプレイスフォーテキストと呼ばれていまして、それが名称変更されて機能強化されたものなんですが、これを今回使っていて、この API 使うときにさまざまなパラメータを指定できるんですけど、今回は1回の実行で10個の候補を返すとか、あとはテキストの文字列で検索するとか、あとはその指定した場所の範囲に関連性があるものを検索するみたいなパラメータを固定で入れています。これは全然変えることが今は内部的にはできるって感じですね。プラグイン的にはできないんですけど、はい、っていうのを一応固定で設定してます。であとはルーティングなんですけど、ルーティングもルーティングのメニューをクリックして、あと視点と終点
をクリックして実行するとルートが検索できます。これもこれぐらいのレスポンスで返ってくるんですよね。めちゃくちゃ早くないですかね。なんかこれはすごいことだなと思って、自分が検索したいルートのラインデータがこれで手に入るみたいなことができます。でこれもさっきのジオコーディングに近くて、ルーティングの API にリクエストして、その結果を QGIS 上にルートのデータのラインレイヤーを作成するようなコードを書いています。で基本的には出発点と目的地を元にルート計算してその結果が返ってくるので、それをデータとして使っているみたいな感じですね。でこれもいろんなパラメータあるんですけど、今回は視点と終点と、あとフォーマットですね。JSON で返すようなフォーマットの指定もできたりするので、それを指定してコードに盛り込んでいます。でもう1点伝えたいこととして、Amazon ロケーションサービスにはデータ利用について利用規約があります。なので、もしご利用される方は、まずこの利用規約見てから使って問題ないかみたいなのをご確認いただければなと思います。日本の方も独自の利用規約があったりするので、そのまま見ていただければなと思います。はい、では最後に今後に向けてなんですけど、Amazon ロケーションサービス自体はまだまだ機能がたくさんあって、全然まだプラグインに盛り込めてないので、これからどんどん増やしていきたいなと思ってます。例えば、GPS の軌跡をリクエストすることで、道路に合わせたデータが返ってくるっていう API もあって、それを QGIS 上で実行すると、皆さんが取った GPX とかをインポートして実行せば、道路にちゃんと乗っかったデータが返ってくるみたいなのもできますし、あとは到達圏範囲の求める API というのもあったりするので、こういうのをどんどん実装していきたいなと思っているのと、スタイルも一応4種類なんですけど、そこからさらにライトとダークって選べたりするので、そこの切り替え機能とかですね、っていうのがちょっといっぱいいろいろやりたいことあるんですけど、全然手まだつけられてないので、オープンソースなので、もし興味ある方はコミットしていただけたらなと思います。はい。で私これ実際自分で作ってみて思ったことが改めてありまして、なんか単純に作りたいものを作り続けただけなんですね。でその中からまた新たな視点とかが生まれたりしたので、ぜひ今日聞いている方々の中でなんか自分が作ってみたいよなとか挑戦してみたいなみたいなことが思ってくれたらすごく嬉しいですし、なんか今日からでもそういうのを作ってみるとなんか自分の見えてくる世界観というのも変わってくるのかなと思っております。参考になればいいなと思ってます。ありがとうございました。